いや、ついに俺がこのホームストレートを走る時が来たか。そっち。俺今この瞬間感動してるです。この瞬間。いい立ち上がりからの、ちょっとうちが出す写真見てください。はい、リーライカの営業が来ました。今、はい全国回って宣伝してます。ありがとうございます。はい、吉田さんいつもありがとうございます。なんかポイントは何かありますか？そうですね、まあ誰でもスタンダードにドリフトがしやすいようには、はいまあ切れ角とかもね、今時のこういうアッカーマンとかいろいろ最初からでもなんか悪くなさそうですね。はい、でこういうタイロットとかも、もう固定なんで、基本的に本当に始めたてで結構組んで説明書通りって言って何十ミリとかあっても実際にみんなそれ通りにってなかなか組めないので、でもパチンパチンっていけるように。もうそうです本当に。はい、でも分割にはなってる。分割もうこれはもう完全に固定なんで、塔をいじりたい人はタンバックルにしてくださいっていう。アッパーはこれアッパーは一応短くする、芋の字が入ってるんで、これ短くしてタンバックル入れればキャンバー調整とかできるんですけど、やっぱり最初まずはメーカー推奨の位置からやってほしくて、はい、それで基本的には固定で、もうだからこれ今完全に説明書通りで今体験走行もいろいろやってるんですけども、なるほど。まあメカはねそれぞれお客さんが選ぶんで何とも言えないですけど、基本的にはうちのもので全部構成されてます。素晴らしいです。はい、上手な説明です。ありがとうございます。僕の狙い通りのそうですね。はい、ありがとうございます。僕の狙い通りの、はい、まああとは走りでちょっと見せてもらおうかな。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと後で走ってみます。飛びやすいな。立体的な隕石かっこいいな、乗り上げた瞬間。やっぱ上手だね、高いの君。はい、いやいや。取りやすい。いや、ついに俺がこのホームストレートを走る時が来たか。そっち。俺今この瞬間感動してるです。この瞬間。いい立ち上がりからの、ちょっとちっちゃい。ちょっとちっちゃい。もっとこっちなんですね。もうちょっとこう審査席がこの辺なんで、審査席その辺なんですね。わかりました。審査席に向かって。了解です。はい。いいっすね。立ち上がりがすごいうまい。ありがとうございます。これみんな勉強になりますね。ここからのこのストレートにつなぎのこの流れがうまいですね。ごめんなさい。逆に引っかかっちゃった。すいませんすいません。そうなんです。タピオカ出てきた。
さあそろそろ温まってきたかな。いいね。で一回角度を入れてハーフスピンしてもらっていいですか。ハーフスピンか。はい。ハーフスピン。なるほど。それまた難しいな。ギリギリまでの角度で攻めていって、いけるかないけないかな、みたいなスピンが欲しいです。なるほど。もっと飛び込みでやった方がいいですか。そうですね。なるほど。 OK です。これで車の蘇生が分かりやすいですよね。いいですね。バランスが悪いとクリンクリンって回っちゃうんですよ。アスファルトだと特に路面のグリップ変化が大きいので。もう一回やった方がいいですか。いやもう今ので大丈夫です。もう大体分かりました。この車のポテンシャルは分かりました。はい、最高です。これだと実際金額的にはいくらぐらいかかる感じですか。メカの話ですか。全部やってプロポを入れなくてプロポ入れなくてまあ車体が大体3万円のモーター1万、4万、5万、プロポ入れないんだったら8万とか9万とかそんなですね。中古でなんか揃えちゃえば8万ぐらいで収まる感じですかね。プロポとかも全部そうですね。充電器とかね、そういうの細かいところがねだったらきりないですけど、この立ち上がりいいな。いいですね。イメージがあるもん持っていき方にいいですね。馴染んできましたね、だいぶ。本当だ。さすがやっぱりちゃんと分かってる人が開発をやって作らないとこんなバランスにならないですよね。ギア比はいくつぐらいなんですかこれ。ギア比は10点いくつとかですね。 YD2 とか辺の感じ、でモーターは 13.5 ですね。13.5 にブーストターボかかけブースト入ってないです。ターボだけ入ってます。ターボだけ。体験走行車なんで。全然なんかいい感じですよね、ここでも。本当になんかね、ダンパーオイルだけもっとちゃんとやれば全然。さすがにでもここでちょうどいい減衰だとタイルとかだとちょっと硬い。そうですね。いいな、いいな。いいですよ、皆さんおすすめですよこれでもとりあえずドリフト、ちょっと金額はもちろんすごい安いわけではないですけど、初めてこのままのセッティング、本当にきっと標準の組み方してるんで。今日は D ライクさんがなんか新しいシャーシをテスト走行されてるんで。今開発中ですね。開発です。今どういうコンセプトで作られてるんですかこれ。いやまずはより安価でなおかつ見た目もこれだったら多分実写の人とかも来てもドリラジかっこいいなって多分なる。なるほど。かつ安いっていう手の届く。さすがですね。ライバルですね、デーブ D さん。そうなんですよ。うちとライバルですね。僕つい今2、3分前に吉田さんに言ったんですけど、これ初めて車やった時にまず最初に僕言ったのが、やられたっていう
いやいや、やられたじゃなくて一緒に盛り上げていきましょうっていうやつで、はい、そう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 。いや、まあ今のはね冗談ですけど、いやでもね、こういうコンセプトはね、まさかね吉田さんの中でこうなってたとは知らなかったんで、いやいや、だから思いが一緒なんですよ。ですね、はい、みんな楽しんでいきましょう。いやなんか可能性を感じらさせるところは残してるんですよね。全然びっくりした。これ16,800円で出す予定なんでですね。はい、すごい遊びで買ってください。だこれでこのシンプルさでいかにこうなんですかね。だからまあ本当86に近いですよね。86でパワーがある車の後ろをついていく、腕で持っていくみたいな。やってみます。これすごいね。これ足ついてないですけど荷重移動できないと思います。そうですね。そう。足ついてないですけど。荷重移動できないとダメ。なんかちょっとやっぱり方針だから実車でいうと、やっぱり86にシルビアにいつも乗ってた人が86に乗るとあれこれどうやって走るんだろうってなるけど、なんかこうコツをつかんでくると美味しいところが見えてくるというか。いやこれすごい。わかるわかるこの動き。多分松隼とそんなに喋ったことないじゃないですか。隼人君とこれ大好きなんですよ。こういうのやってるよね。そう。だから今グラスホッパーとかをなんかエキスパートの人がなんかやったりするじゃないですか。やっぱりできるとこ少ないんだけど、その中でもう変わるか変わらないかぐらいのところの積み重ねで、この車でよくこんな走るねっていうのを楽しむ、まあ、神々の戯れって言ってるんですけどでもアスファルトでこんなもんだったら別に跳ねるって言っても全然良くないですか、こんなもんだったら。ダンパーないですけどね。すごい。スプリングはついてます。こういうのでもちゃんと正の位置に返ってくるんだな、まっすぐにした時に。でロール感はスポンジなんです。スタビライザーでロールの強さを調整できるようにもしたんですけど、そうするとやっぱ機械的な動きになってますよ。でスポンジを左右のこう揺れるところに挟んでやるんですよ。今これはそうなってるんですか。これはですね、今ですね、ホームセンターのハンズマンというところから低反発スポンジがちょうどいいぐらいのこのよれ感っていうか、このだからみんなホームセンターでスポンジ探しに行かないといけないような。ああ、なるほどね。そうでも決まったスポンジがあれば、このサーキットだったらこのスポンジぐらいのロール感がちょうどいいよね。だからダンパーをこう踏む必要がないというか。いやこれ楽しい。いやこれ一番これやべえっす。ミッションぐらいですか、アルミパーツ使ってるの。アルミパーツ使ってるのは多分デフの部品ぐらいじゃないですかね。